こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、よそ向けのエンチャントが充実しました。ほんと大丈夫かなと思う気持ちもあるのですが、ともかくハードコアでの全実績解除に向けて動き出します。これまで安全志向に走りすぎた反動かしらね。さて目先の目標はネザー攻略です。ブレイズロッドとポーション作成環境を整えるまでネザーにこもりますので、金の人参を適度に作り足しておきます。2時間ほど動き回れる分があれば十分ね。エンダーアイは万が一の落下に備えて持っていくべきでしょうね。まあ多分とっさに投げようとして手遅れになるパターンでしょうけど。万が一助かるかもしれないものね。さてあと黒曜石がもう一つ必要です。前回はなぜかネザーゲートが8つで作れると思ってしまっていました。そして出発準備完了です。ハードコアでのプレイなので、貴重品でも何でも気ままに遠慮なく持っていけます。ロストや予備のことで悩まずに済むわけね。でもハードコアでも、忘れ物はいかんともしがたいです。今回は着火装置を忘れてしまっていました。何をやっているんだか。さて久々の地上です。いつの間にか羊が方々にスポーンしてますね。で、ネザーゲートの設置場所ですが、今回は地上にしました。前作のプレイで気づいたのですが、多分ネザー側のネザーゲートの出現するコードは、原則として地上世界とほぼ同じ高さの様子です。つまりこっちで地上でゲートを作れば、ネザーでは Y 座標60あたりでゲートが出るはずなのね。結構高い位置だけど逆に大丈夫なの？ネザーの溶岩海の高さは Y 座標30あたりです。溶岩海に近い場所に出てゾクッとするのは避けたいんです。さて、武器防具のエンチャントは万全で、しかもエンダーアイも上位の金リンゴもこれだけ用意しています。過去のプレイでこれだけ整えてからネザーに出向いたことはありません。大丈夫でしょう。大丈夫なはず。人事を尽くしても天罰下ることもあるのよね。長いロード時間を抜けると、そこはネザーでした。ひとまずネザーゲート出現1の第一関門は突破したようです。さて、最低限のガスト対策を整え、地図を作ってしまいます。地図を何段階拡張するか一瞬悩みましたが、まあどうせ近くにネザー要塞ないですからいっぱいいっぱいに。こういう時に限ってすぐ近くにあったりするのよね。さて、出現した高さは想定通りで溶岩海から30メートルほどの高さのようです。地図上では方位はわかりにくいですが、地図の広がり方とネザーラックの L 印を見ながら探索開始します。ちゃんと南に向かっていけてるようです。しかし、もう少し高度下げないと動き回りにくいです。どこから降りよう。気づくのが遅いわよ。だってまだ地図作ってから2分も経ってないですよ。なんか、私の人生の中で今、運が絶頂期のようです。さてとにかく、ゲートからネザー要塞までの安全な道を確保です。適度な間隔で丸石を設置して、低い場所は溶岩海に阻まれているので、高い場所からネザーラックをくり抜いて道を切り開きます。と思ったらガストの襲撃。無限の弓の出番です。避けながら弓を取り出すという発想はないのね。防具の性能を信じる方が安全なんです。恐れをなしたようです。さて、なかなかネザー要塞に近づかせてくれませんが、右に回り込んでいけばなんとかなりそうです。ところで、ここから溶岩海に落ちたら死ねるかしら。微妙なところでしょうね。足場はネザーラック薄皮1枚だったりするところもあり、緊張感を強いられる作業です。でもなんとか、ネザー要塞のある方の陸地にたどり着きました。あとはそこから下に掘り抜いていけば、ビンゴです。さてネザー要塞の目的は、
ブレイズロッドとネザーウォートなのですが。あった。またもニアピン賞ね。突っ込んでも大丈夫でしょう。今はダイヤ防具でダメージ軽減法を 4V 固めてあるので、机上計算通りなら火炎攻撃に対しても少なくとも 94% 軽減できるはずです。さて、丸石の目印を設置しつつ次はネザーウォートを求めて探索中です。ネザーウォートがあるのは、ネザー要塞の中でも屋根付きの通路が密集しているところです。屋根付き通路といえば、ウィザースケルトンの頭も集めないとね。今度でいいんじゃないでしょうか。リスクの高いエンドラ討伐を先にこなしておきたいんです。さて、通路の天井を壊して降りてみたら、ウィザースケルトンが待っていました。ピンポイントね。ここのところ立て続けに運がいいので、もう頭をゲットできる予感しかありません。こういう時は運を過信して欲に駆られて無茶して死ぬのよ。そんなことないですよ。ブレイズを警戒して一度下がりましたが、ドロップした頭を取り逃さない運もあります。なんかもう、違和感しかないわ。さらに、階段にあるネザーウォートを見つける前に、宝箱にネザーウォートが用意されていたりしました。欲しいと思ったものがどんどん出てくる感じで、いやーマイクラってほんと楽しいですね。マイクラの物欲センサーが酷使されすぎて暴走しているのかしら。まあ4つでは物足りないのでネザーウォート探しを続行していますが、あろうことか、次のウィザースケルトンで頭を連続ドロップしなかったんです。はいはい、そういうこともあるある。さて、無事にネザーウォートを見つけました。ここまではいいのですが、ちょっと楽勝気分に浸っていたら、ウィザースケルトンを一体見逃して壁際に挟まれてゾッとしました。壁に挟まれると連続攻撃食らうことあるわよね。パターンにはまったら一大事でした。さらに、ネザーウォートの下のソウルサンドを取り去った後を丸石で埋めようとした時、ウリーはまだトラウマなんです。逃げ道ないし。丸石でゾンビピッグマンを叩いたわけではないようよね。収録データ見ると階段のところから落下してダメージ受けた様子ですが、プレイ中はそんなの見分けつきません。正直、予想以上に早くプレイが進んだので、将来の頭集めに備えてネザー要塞を少々整備しようかとも考えてはいましたが、今回はこのまんまネザーからおさらばです。とはいうものの、あとポーションの材料のグローストーンだけは取っておかないと。問題になるのはガストと、あの溶岩ね。溶岩の方はさほど問題ではなく、うっかり触れても大した痛手になりません。まあ、今の私は運がいいのでガストは出てこないでしょう。万一出てきて撃ち落とされても、ハート5つのダメージ程度で済むんじゃないかな。結果として、やはり運が良かったです。ガストが出てこない程度の運はまだ残ってたのね。いえ、ガストの初段が当たらない程度の運がありました。というわけで、かつてないほどの順調なプレイで、ほぼ完璧に近いネザー探索をやり遂げました。って夜、すぐ地下に、イヤゲートの紫ガラスを破壊する時間はあるはず。昼にネザーに行ったから、地上に敵対モブがスポーンするまで余裕があるわけね。こんな時に限ってブロックに引っかかるし。さて、リスポーン拠点に戻ってきたところで今回はここまでです。今回の探索の成果として、特にウィザースケルトンの頭が大きい。あとたった2つ集めるだけでいいんですよね。まあそれはそうだけど、ここまで運がいいなら良いうちに集めきっちゃうのもありかしらね。いえ、運の良さを頭集めに回すのはもったいないです。ハードコアでの全実績解除の中で、ジエンドこそが最もリスクの高いハードルですから、運が続くうちにジエンドに突入します。アイテムが増えてきたので拠点を広げてチェスト増設しようとしたら、この隙間ではチェスト置けないんですね。知りませんでした。さて、それでは次回も頑張っていきます。次回の次回は新ワールドかしらね。それではまたね。バイバイ。